どうもこんにちは、今日もよろしくお願いします。今日はね、先日買った軽自動車のキャリーです。はい、キャリーの軽くメンテナンスってやつなんですけど、これからね、軽トラ君が家族になったんで、エンジョイしていこうかなということで、ご紹介します。ちゃんと見てね。はい、じゃあ最初はね、今日ねバッテリーから、分解して点検しようかなと思います。でね、あれなんですけど、もう関係ないんですけど、キャプテンのね、この顎の部分がちょっとどっか行っちゃって、今探してるんだけど、どこに置いたんかなみたいな。まあいいや。で、このバッテリーのこのワンタッチピンっていうかプッシュピンっていうのかな、取れないんだよね、いつも。すぐ割れるっていうか割れてたから、最初から取れない。外からね、壁面の確認しようとしても見えないですよね。これ汚いでしょ、これどうすりゃここまで汚くなるのみたいな。全然掃除してないのかな、もうちょっとでこうバッテリーの壁面が、鉛の頭に出そうなぐらいまで減ってたような気がします。これね、なんかこう点検する時に裏から光当ててね、こうピカッと裏から光当てたら壁面わかるじゃない。なんかそういう装置みたいなのつけてほしいよね。なんでもいいから。 LED なんかもう1円もしないんだから今。はい、あれをつけてこう見やすくしてほしいっていうのもちょっとね、ユーザーの意見としてはなんかつけてほしいなみたいな、そう思うでしょしょうがないんで、こんな感じで、ライトでね、こんな感じでこう照らしてこうね、するとこう水が入ってるところはちゃんとこう光って見えるけど、空の部分は、こう暗くなってるっていう感じで、見えるんですよ。これちょっと知恵袋でしょ、ね、皆さんもバッテリーの液が外から見にくいとか思ったら、ライトでこうやってっていう感じで見てもらうとよく見えるかもしれないです。蓋のね、この隙間に詰まった砂、これがね、また結構くせ者なんですよ。これ蓋がね、途中までしか閉まらなかったりとかするんで、このネイビーこうウエスでキコキコ取ってください。で、最後に、補充液入れて、バッテリーのメンテナンスは OK なんですけど、こうね、車についた状態っていうのは、充電されるっていうのはあんまりこう、なんていうかな、バッテリーを活性化させるほど充電されてないんですよ、あんまり。最近の車って特にそうなんだけど、なので、だんだんこう弱ってくるっていう、バッテリーの中にサルフェーションっていう絶縁体ができるんですよ。それをこう壊すのに、こういうパルス充電器っていうのがあって、これで充電すると、なんていうかな、その絶縁体、サルフェーションっていうんだけど、白っぽくなるんだけどね、分解してみるとそれが取れていくんですよ。こうパルスでこうちょっと高めの電圧をちょん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 ってかけてこう分解していくみたいなで壊していくんだかな、それを。そうするとバッテリーの比重が上がって、また、ちゃんと見えるんですよ。ちゃんと見えるじゃないわ、こうちゃんとこうちょっと復活するっていう。ちょっと弱ったバッテリーでもそれを使うと、復活するんですよ。なので、バッテリー寿命どれぐらいかな、最低でも6年ぐらいそれ使うと持つみたいです。はい。で、なんで家にあるかっていうと、家でね、バッテリーを使うんですよ、よく。カーセとか直したりとか、車の電装品作ったりする時に12ボルトがいるんで、大きいバッテリーを、部屋の中に置いてるんですよ、実は。でもバッテリー充電してる時っていうのは、充電器で充電してる時は結構こうポコ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 こうなんかこう出るんですよ、泡みたいなのが。それって水素ガスなんで、こうね、間違ってパチッとかやるとポッてこうちょっと
小爆発みたいな感じでなるらしいです。ドカーンって言ってるのはあんま見たことないんですけどね。だけど蓋をして充電してるアホがいてそいつがこう充電してきますねなんて言って軽々しくこう充電器につないで、こう30分ぐらいかなったら結構いい音でパーンっていう音がしてバッテリーの黒い蓋がボコンと外れてて、こう鉛がこう一緒に引っ張られてズルルルルっていう感じでなんかこう南京玉すでにみたいな感じでこう鉛の近く板が出てて「おい!」とか言って「危ねえぞ!」とか言って周りにこういっぱいこうバッテリーの液が積んで大惨事になったことがあります。はい。なので皆さんはバッテリーのキャップを外して、家で充電器なりなんなりしてください。車載に積んだまんま充電器とかを絶対繋がない方がいいです。はい。蓋外して、充電してください。急速充電とかかけると特にその傾向が強いんで、気をつけましょう。でね、今日はね、足回りでブレーキだよね。あれも調べたんですよ。でブレーキも点検すればどうか知らないですけど、点検記録簿にブレーキ見ましたっていうのがあったんだけど、やっぱりこう自分の目でねこうやって、見てみないと、信用できないということでホイール外して分解してみました。はい。ただね、ディスク板もこう変摩耗してなくてこうちゃんと結構残ってるのと、ブレーキパッドもねちゃんと、厚みが残ってて、まだまだ使えそうな感じです。あとついでにね各部のショックからオイル漏れがないかとか、スプリングが折れてないかとか、ステアリングのロッドが、曲がってたりネジが緩んでないかどうか見たりとか、あとブーツだよね、ゴムの、それとかも全部破れてないか見たりして、とりあえず完了ということなんですけど、この部分って、サービスマニュアル見ると4年で、ほとんどゴム部品は交換です。ブレーキキャリパーをオーバーホールして、オイルシール変えてホース変えてゴムブーツスライドフィンのゴムブーツ変えてみたいな感じで書いてあります。はい、もちろんそうなんですけど、ブレーキオイルとかももちろん僕も新品に全部変えてくださいって感じですね。ちなみに指定はドット3でした。はい、これドット3で、荷物積んで坂道下るってちょっと怖いよね。やっぱり先のドット3って昔より振って上がってんのかなと思ったりとかちょっとしてて、もうちょっといいの入れましょうみたいな感じでドット4ぐらいの、やっぱりブレーキオイルを入れてあげようかなと思ってます。でね、たまにだけど、後ろのドラムブレーキの、ブレーキピストンなんですけど、ここがねにじむ程度にこういい具合にこうオイル漏れてて、気がつかない時があるんですよ、たまに。だけど、ブレーキかけるとなんかいまいちこう効かないなっていう症状がある人は、微妙に漏れてて、ライニングっていうか後ろのドラムのブレーキシュート、そのドラムにしっとりついてて 1,2 回かけると乾くぐらいの感じで漏れてることがあるので、なんか効かないなと思ったりとか、4年に1回オーバーホールして、点検とか、安心感を作った方がいいと思います。はい。あとねこうエンジンルームなんですけど、今は、サイドブレーキのカバーですよね。サイドブレーキの調節とかもあるんですけど、これワイヤーがねだいたいこう後ろドラムブレーキ左右で2本あるんですよ。でサイドブレーキから途中のジャンクションまでは1本で行ってて、その途中から、2本に分かれてるんですよ。で2本、別々にワイヤーの、調節ができて、たまにこうシーソーがねなんていうかな、こうまっすぐこう当たってこうねなんですけど、片方が伸びててこう斜めになってたりするんですよね、ブレーキワイヤーが。それだとこう同じように引っ張られるんでしょうけど、なるべくまっすぐに投げてあげた方が、見た目が気持ちいいです。はい。でそういう時に外した時とかに、ワイヤーをちょっと動かしてみて硬くないかとか、なんか引っかかりがないとか確認すると、
なおグッドです。こう引っかかりがあると大体中でちょっとちぎれてたりするので、ガサガサとかカリカリっていう感触があるんですよ。っていうのを見てちゃんとこうまた組んであげるみたいなことをすると、安心できます。いつ切れるかわかんないしね。はい。でね、このキャリー買って、新しい方なんでしょうね。驚いたことは、昔はシートの真下ぐらいに、カムチェーンとか、ベルトとかがあって、いい感じでした。なんですけど、最近のはミッドシップでエンジンがほぼ荷台の下にあるんですよ。でなんかしようと思うと荷台のメンテナンスの蓋を開けて、整備しないと、できない仕様でした。はい、そんな感じですね。ということで今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、またなんかコメントとか、いいねボタンとか、チャンネル登録もできたらよろしくお願いします。最後にね、この動画なんですけど、タイヤのね、早組みに挑戦したんですけど、やってる時は早く感じたんですけど、見てみるとなんか遅いです。でもなんかこう丁寧に早組みみたいな感じには見えますね。このホイールをつけてみようかななんて思っちゃったりして、はい、このホイールもね、タイヤが6プライのタイヤだといいんですけど、今回はなんか使わないタイヤがあったんで、これ使ってみようと思います。荷物を、あんまり載せないんでこれでもいいかなと思うんですけど、でもちょっと二重指数足りないんでおそらくつけないと思います。はい、そんな感じで、組み上がっちゃいました。工具を使わずに、ホイール組んじゃいます。はい、これもね、155の、6513ぐらいのタイヤです。軽自動車のタイヤなんでね、柔らかいんですよね。工具を使わずに、組めます。はい、マイル工具といえば今使ってるような蒸気入れとエアーを充填できるコンプレッサーですね。これがあったら組めます。バランサーをね、でもまた今度、買ってバランスも自分で、できるようにしたいです。はい、ということで、今回の動画はこれでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。